レッスン1、旅行の必需品。アンナさん、こんにちは。旅行を計画していて、何を梱包するかについてアドバイスが必要です。履き心地の良いウォーキングシューズ、多用途のワードローブ、地図を用意することが重要だと聞きました。どう思いますか？こんにちは、ジョン。素晴らしいスタートです。旅行を成功させるには、必需品を正しく準備することが重要です。それぞれの項目について詳しく説明もちろん、しましょう。快適なウォーキングシューズから始めましょう。なぜそんなに重要なの？そうですね。歩きやすい靴は必須です。探検や観光をたくさんすることになるからです。サポートを提供し、不快感や怪我を防ぎます。なるほど。ウォーキングシューズを選ぶときには、履き心地を優先することが重要です。多用途のワードローブはいかがですか？なぜそれが必要なのでしょ用途の広いワードローブを使用すると、様々な衣類を組み合わせて、少ないピースで様々な衣装を作成できます。これにより、荷物のスペースを節約でき、旅行中の選択肢が増えます。う？それは理にかなっています。着こなしやすい服は必ず用意しておきます。さて、マップはどうでしょう？このデジタル時代でもまだ必要ですか？絶対に。デジタルマップは便利ですが、物理的なマップがあることはやはり有益です。地域の全体像を把握でき、バッテリー寿命にも依存せず、インターネット接続が制限されている地域でも便利です。そんなこと考えたこともなかった。バックアップとして必ず物理的な地図を用意しておきます。旅行には他にどんな必需品がおすすめですか？説明した必需品とは別に、トイレタリー、旅行用サイズのアイテム、必要な医薬品、緊急時や予期しない状況に備えて予備の衣類をいくつか用意することが重要です。良い点です。旅行前に必需品のチェックリストを作り、必要なものがすべて揃っていることを確認します。他に何か提案はありますか？はい。目的地の天気や現地の習慣を調べておくことは常に良い考えです。そうすることで、荷造りを適切に行い、現地の文化を尊重できるようになります。それは貴重なヒントです。天候への備えと適切な服装ができるかどうか、事前にリサーチしておきます。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。お役に立ててよかったです。荷物を軽くして、旅行の制限に注意して、旅行を最大限に楽しんでください。ご指導ありがとうございます。皆さんの提案を心に留めて、素晴らしい旅をさせてください。ご協力いただきありがとうございます。光栄です。素敵な時間を過ごして、心に残る思い出を作りましょう。他に質問がある場合や、さらにサポートが必要な場合は、遠慮なく質問してください。ボンボヤージュ。ありがとうございます。さらに情報が必要な場合は必ず連絡します。気をつけてすぐに話してください。レッスンに質の高い睡眠。アンナさん、こんにちは。最近眠れません。本当にぐっすり眠りたい。何か提案は？こんにちは、ジョン。質の良い睡眠の重要性を理解しています。必要な休息を取るのに役立つかもしれないいくつかの戦略を探ってみましょう。それは素晴らしいでしょう。睡眠の質を上げるにはどうすればいいの？まず、一貫した睡眠スケジュールを確立します。
週末であっても、毎日同じ時間に就寝して起床するようにしてください。これは体内時計の調節に役立ちます。なるほど。睡眠には一貫性が鍵だ。他に何ができるの？リラックスできる就寝前のルーチンを作りましょう。本を読んだり、温かいお風呂に入ったり、心を落ち着かせる音楽を聴いたりするなど、リラックスできるアクティビティに参加してください。就寝前のスクリーンは睡眠を妨げることがあるので避けてください。寝る前の習慣を夜に取り入れて、心と体を眠らせる準備をしようと思う。他に何か提案はありますか？睡眠環境が休息を促すものであることを確認してください。寝室を涼しく、暗く、静かに保ちましょう。必要に応じて、耳栓、アイマスク、ホワイトノイズマシンの使用を検討してください。快適な睡眠環境が不可欠です。理想的な睡眠環境になるように、寝室に必要な調整を行います。睡眠を改善できるライフスタイルの変化はありますか？はい。日中の身体活動に優先順位をつけることは重要です。定期的な運動は、より良い睡眠を促すのに役立ちます。ただし、就寝前の激しい運動は刺激を与える可能性があるため、避けてください。運動は必ず日課に取り入れますが、睡眠の妨げにならないようにタイミングを意識します。カフェインや食物摂取についてはどうですか？特に午後と夕方にはカフェインの摂取量を制限してください。眠りにつくのを妨げる可能性があります。さらに、不快感を引き起こす可能性があるため、就寝前の重い食事や辛い食べ物、酸性の食べ物は避けてください。特に夕方には、カフェインの摂取と食事の選択にもっと意識するようになります。寝る前に体に十分な時間をかけて消化することが大切です。他に考慮すべきことはありますか？はい。就寝前にストレスレベルを管理しましょう。深呼吸、瞑想、優しいストレッチなどのリラクゼーションテクニックを身につけましょう。心を落ち着かせ、睡眠の準備をするのに役立ちます。ストレス管理は、ぐっすり眠るには欠かせません。さまざまなリラクゼーションテクニックを試して、自分に最適なものを見つけます。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。お役に立ててよかったです。快適な睡眠環境を作り、就寝前のルーチンを確立し、リラクゼーションを優先することを忘れないでください。安らかな夜と爽やかな朝をお過ごしください。ご指導ありがとうございます。これらの戦略を実行して、睡眠を優先させようと思います。しっかり休んで、元気が出るのを楽しみにしています。ご協力いただきありがとうございます。光栄です。自分を大切にして、質の高い睡眠のメリットを享受してください。他に質問がある場合や、さらにサポートが必要な場合は、遠慮なく質問してください。ぐっすり眠れ。ありがとうございます。さらに情報が必要な場合は必ず連絡します。気をつけてすぐに話してください。レッスン3、資料のレビュー。アンナさん、こんにちは。あなたが共有した資料を確認しました。かなり参考になります。提供していただきありがとうございます。こんにちは、ジョン。この資料がお役に立ててよかったです。それを徹底的に見直す機会はありましたか？はい、注意深く調べました。吸収すべき貴重な情報はたくさんあります。それは嬉しいですね。
特に印象に残っているコンセプトやアイデアはありましたか？絶対に、効果的なコミュニケーション戦略のセクションが特に興味深かったです。積極的に耳を傾け、明確な表現をすることの重要性が強調されました。効果的なコミュニケーションには、積極的な聞き取りと明確な表現が不可欠です。自分のコミュニケーションスタイルに適用できるヒントやテクニックは見つかりましたか？はい、この資料では、アイコンタクトの維持や適切なボディランゲージの使用など、非言語的手がかりの重要性が強調されていました。そういった分野では改善できると気づきました。それは素晴らしい観察です。非言語的手がかりはコミュニケーションにおいて重要な役割を果たします。それらを認識しておくと、全体的なメッセージ配信を向上させることができます。説得術のセクションにも興味があります。コミュニケーションを通じて他の人に影響を与えるための実践的な戦略がいくつか紹介されていました。説得力のある手法は、倫理的かつ責任を持って使用すれば強力なツールになり得ます。特に気になったテクニックは見つかりましたか？確かに、この資料では、信頼を築くこと、感情に訴えること、議論を裏付ける強力な証拠を提供することの重要性について論じていました。説得力のあるコミュニケーションについての理解が深まりました。これらは確かに説得力のあるコミュニケーションに欠かせない要素です。これらをマスターすることで、アイデアをより効果的に伝えることができるようになります。その資料には他に何か興味深いトピックが含まれていましたか？コミュニケーションにおける文化的感受性の重要性についても触れました。異なる文化的視点を尊重し、理解する必要性が強調されました。ますます多様化する世界では、文化的感受性が不可欠です。文化の違いに注意し、それに応じてコミュニケーションを調整することが重要です。文化的感受性を育むための具体的な提案はありましたか？はい、この資料は、異なる文化的規範を理解しようとすること、他者から学ぶことにオープンであること、思い込みや固定観念を避けることを提案していました。文化的理解を促進するための実践的なステップが書かれていました。それらは素晴らしい提案です。文化の多様性を受け入れることは、私たちのコミュニケーション体験を豊かにします。この資料がこの重要な側面を扱っているのは素晴らしいことです。絶対に、全体的に、この資料は包括的で魅力的でした。個人的及び職業的能力開発に役立つコミュニケーションのさまざまな側面が網羅されていました。それを聞いて嬉しいよ。コミュニケーションスキルを継続的に磨くことは重要です。さらに質問がある場合や、特定のトピックについてさらに詳しく話し合いたい場合は、遠慮なくご連絡ください。ありがとうございます。喜んで手伝ってくださることに感謝します。後でいくつか質問があるかもしれません。必ず連絡します。資料を私と共有してくれてありがとう。どういたしまして。私はいつでもあなたを助けるためにここにいます。時間をかけて情報を処理し、説明が必要な場合は遠慮なく尋ねてください。ハッピーラーニング。私がします。ありがとう。教材を最大限に活用し、コミュニケーション能力の向上に努めます。すぐに話しましょう。素晴らしいですね。学習の旅で頑張ってください。次の会話を楽しみにしています。気をつけて。あなたも気をつけて素敵な一日を。
教訓4、市場拡大。アンナさん、こんにちは。市場データを分析してきましたが、市場拡大は成功すると思います。こんにちは、ジョン。それは嬉しいよ。私も市場動向を見直してきましたが、同じ考えを持っていることを嬉しく思います。私たちの戦略についてお話ししましょう。絶対に。まず、ターゲットオーディエンスを特定する必要があります。リーチしたい潜在顧客は誰か？これは重要なステップです。ユーザー属性、興味、ニーズに基づいてターゲットオーディエンスを定義する必要があります。これにより、マーケティング活動を効果的に調整できるようになります。ターゲットオーディエンスを定義したら、説得力のあるバリュープロポジションを作成できます。当社の製品がお客様に提供する独自のメリットは何か？良い点です。私たちのバリュープロポジションは、コスト削減、利便性、優れた品質など、製品がもたらす利点を明確に伝える必要があります。これにより、競合他社との差別化を図ることができます。同意した。次に、ターゲットオーディエンスにリーチするための最も効果的なマーケティングチャンネルを決定する必要があります。どのプラットフォームや媒体で彼らとつながることができますか？これは市場拡大を成功させるために不可欠です。ソーシャルメディア、オンライン広告、従来のメディアなど、ターゲットオーディエンスが最も利用しているチャンネルを調査する必要があります。絶対に。また、インフルエンサーや補完的な企業とのパートナーシップやコラボレーションも検討すべきです。彼らのサポートは、私たちのブランドの認知度と信頼性を高めることができます。コラボレーションは確かに私たちのリーチを拡大することができます。インフルエンサーと関わったり、戦略的提携を結んだりすることで、新しい顧客セグメントを開拓し、市場シェアを拡大することができます。コラボレーションの価値を理解してくれて嬉しいです。それでは、お客様からのフィードバックと継続的な改善の重要性についてお話ししましょう。フィードバックを収集し、必要な調整を行うにはどうすればよいでしょうか？お客様からのフィードバックは、当社のサービスを改善するために不可欠です。アンケート、カスタマーレビュー、ソーシャルメディアモニタリングを利用してインサイトを集めることができます。その後、フィードバックを分析して改善を実施できます。お客様のニーズに耳を傾け、懸念事項に対処することで、製品とサービスを継続的に強化することができます。これにより、市場における当社の地位が強化されます。継続的な改善は競争力を維持するための鍵です。これは価値の提供に対する当社のコミットメントを示すものであり、進化するお客様の期待に確実に応えるものです。最後に、市場拡大の取り組みを監視し、測定する必要があります。進捗状況を評価するには、どのような主要業績評価指標を追跡すべきでしょうか？主要業績評価指標 KPI は目標によって異なる場合があります。売上成長、顧客獲得率、市場シェアなどの指標を追跡して成功を評価できます。それは理にかなっています。KPI を定期的にモニタリングすることで、改善すべき分野を特定し、データに基づいた意思決定を行って市場拡大戦略を最適化することができます。正確に、継続的なモニタリングと分析により、必要に応じてアプローチを適用させ、改善することができます。これにより、ダイナミックな市場でもアジャイルな姿勢を保つことができます。市場拡大戦略について意見が一致していることを嬉しく思います。慎重な計画、効果的なコミュニケーション、そして顧客中心のアプローチがあれば、
私たちは大きな成功を収めることができると信じています。私はあなたの楽観的な見方を共有します。共同の努力とよく実行された戦略により、私たちは新しい市場機会を捉えることができると確信しています。それを実現させよう。力を合わせれば、新しい市場を征服し、ビジネスの成長を促進することができます。その可能性にワクワクしています。早速始めよう。大きな熱意。早速飛び込んで、市場拡大を大成功に導きましょう。次のステップを楽しみにしています。頑張ってね。ありがとうございます。ご支援に感謝します。これからも連絡を取り合い、進捗状況についてお互いに最新情報をお伝えしていきましょう。すぐに話しましょう。レッスン後、タクシー料金の分割。アンナさん、こんにちは。財布を家に忘れたことに気づきました。タクシー代は払えますか？こんにちは、ジョン。問題ない。タクシー代は私が払えます。後で分けてもいいよ。運賃はいくらですか？ありがとう。運賃は$25です。ご協力に感謝します。どういたしまして。今払うよ。その金額は後で決済できます。このような時はお互いに助け合うことが大切だ。同感です。頼れる人がいるのは素晴らしいことだ。私たちが戻ったらすぐに返金するようにします。ご親切にどうぞ。私たちの間には十分な理解と信頼があります。それはどんな友情やパートナーシップにも欠かせないものです。絶対に。信頼は強固な関係の基盤です。これにより、私たちはお互いに信頼し合い、困難な状況を一緒に乗り切ることができます。これ以上は同意できませんでした。また、オープンにコミュニケーションをとり、財務上の問題には迅速に対処することも重要です。そうすることで、私たちは透明性を保ち、誤解を避けることができます。特に金融取引に関しては、明確なコミュニケーションが重要です。健全でバランスの取れた関係を維持するのに役立ちます。確かに。タクシー代を頭に入れておきましょう。後で決済できます。大まかな計画の中ではちょっとした不便だ。絶対に。ご理解のほどよろしくお願いします。不測の事態にもスムーズに対応できると心強いです。全く問題ありません。人生は驚きに満ちています。柔軟で順応性があることは貴重な特性です。私たちはこのような状況に簡単に対処できます。同じ考えでいてくれて嬉しいです。改めて、タクシー代を払ってくれてありがとう。なるべく早く返金するようにします。どういたしまして。君が面倒を見てくれると信じているよ。私たちはチームであり、必要な時にお互いをサポートすることがすべてです。間違いなく、私たちのパートナーシップと友情を大切にしています。私たちはどんな困難にも対処できます。その金額は速やかに清算するようにするよ。あなたの信頼に感謝します。あなたのような人と一緒に仕事やコラボレーションができて嬉しいです。これからもお互いを支え合い、一緒に素晴らしいことを成し遂げましょう。同様に、私たちの相乗効果こそが私たちを強くするものです。今後の取り組みを楽しみにしています。ご理解とご支援に改めて感謝いたします。
全く問題ありません。私たちはお互いに支え合っています。前に進み続け、新たな高みを目指しましょう。すぐに話しましょう。絶対に、エキサイティングな時代が待ち受けています。つながりを保ち、勢いを維持しましょう。気をつけて、すぐに話してください。レッスン6、健康的な朝食習慣。アンナさん、こんにちは。美味しくて栄養価の高い朝食を食べました。一日をポジティブに始めるのは素晴らしいことです。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。朝食は確かに大切な食事です。何を食べたの？オートミールのボウルに新鮮なフルーツをトッピングし、ヨーグルトを添えました。風味と栄養の絶妙な組み合わせでした。それは楽しそうですね。オートミールはヘルシーな朝食にうってつけだ。エネルギーを供給し、満腹感をより長く保ちます。絶対に、複雑な炭水化物と食物繊維の素晴らしい供給源です。さらに、フルーツに爽やかな甘さが加わりました。フルーツを入れてくれてよかったです。強力な免疫システムと全体的な健康に欠かせないビタミンと抗酸化物質が豊富に含まれています。間違いなく、私はできる限り果物を食事に取り入れるようにしています。栄養素の摂取量を増やす簡単な方法です。それは賢い習慣だ。特定の食事や食事プランに従っていますか？それともバランスの取れた健康的な食事を心がけていますか？私はバランスの取れた食事を優先します。必要な栄養素をすべて摂取できるように、タンパク質、全粒穀物、果物、野菜など、さまざまな食品群を含めることを目指しています。それは賢明なアプローチです。栄養価の高い食事には多様性が重要です。幅広い種類のビタミン、ミネラル、主要栄養素を確実に摂取できます。絶対に、私は体に良い食べ物で栄養を与えることを信じています。エネルギーレベルを維持するのに役立ち、健康全般をサポートしてくれます。これ以上は同意できませんでした。体の声に耳を傾け、適切な食べ物で体に栄養を与えることが重要です。それはセルフケアと自尊心の一形態です。私たちの体は私たちの最も貴重な資産であり、そのケアは最優先事項であるべきです。朝食はその日の調子を整えます。これ以上は同意できませんでした。それは身につける価値のある習慣だ。栄養価の高い朝食で一日を始めると、一日を通してより健康的な選択をすることができます。朝に栄養を与えると、後で不健康なスナックに手を伸ばしたり、食べ過ぎたりする可能性が低くなります。これは大きなメリットです。バランスの取れた朝食は、体重管理と全体的な健康的な食生活に貢献します。絶対に、すべては、時間が経つにつれて積み重なる小さな前向きな選択をすることです。朝食は、大きな違いを生む選択肢の一つです。同じ考えでいてくれて嬉しいです。これからも朝食を優先し、他の人にも同じことをするように促していきましょう。小さな変化でも大きな影響を与えることがあります。間違いなく、小さな変化が大きな変革につながる、健康的な朝食習慣の重要性を広め、他の人にも健康管理ができるようにしましょう。あなたの熱意が大好きです。
力を合わせれば、ポジティブな影響をもたらし、他の人たちにもより健康的な選択をするよう促すことができます。この勢いを維持していきましょう。より健康的なライフスタイルへの道のりは小さな一歩から始まります。洞察に満ちた会話をありがとうございました。これからもウェルビーイングを追求していきましょう。こちらこそよろしくお願いします。有意義な議論に感謝します。つながりを保ち、この旅でお互いをサポートし続けましょう。気をつけて。あなたも気をつけて素晴らしい一日を過ごしてください。レッスン7、バスで探索。アンナさん、こんにちは。代替交通手段としてバスを使うことを考えたことはありますか？特に特定の地域を探索したい場合には、バスは良い選択肢となるでしょう。こんにちは、ジョン。絶対に。バスは便利で費用対効果の高い移動手段です。バスは柔軟性があり、新しい場所を発見する機会を与えてくれます。そうなんです。バスは路線が広いことが多く、他の交通手段では簡単にアクセスできない目的地まで行くことができます。私は完全に同意します。様々な地域を探索したり、地元の文化に浸ったりする絶好の機会です。間違いなく、バスに乗ること自体が冒険でもあります。私たちは街を別の視点から見ることができ、住民の日常生活を目の当たりにすることができます。それは魅力的です。バスは私たちを人里離れた場所に連れて行ってくれて、隠れた宝石を発見したり、本物の地元の環境を体験したりする機会を与えてくれます。絶対に。さらに、バスのような公共交通機関を利用する方が、自家用車に比べて持続可能で環境に優しいです。それは重要な点です。バスを選ぶことで、交通渋滞の緩和と二酸化炭素排出量の削減に貢献しています。正確に、これは、より環境に優しく、より持続可能な未来への小さな一歩です。燃料費と駐車料金を節約できるのはおまけです。これ以上は同意できませんでした。バスは双方にメリットのある状況になり得ます。環境と私たちの財布の両方にとって有益です。まさに、私たちの価値観に合致し、周囲にプラスの影響を与えるような意識的な選択をすることがすべてです。私はあなたの視点が大好きです。バスで探検することは視野を広げるだけでなく、地域社会に変化をもたらすことにもつながります。ありがとうございます。私にとって環境と調和して生活し、より大きな利益に貢献する選択をすることは重要です。あなたの献身には感心します。他の人たちにも交通手段としてバスを使うことを検討するように進めましょう。これは冒険と持続可能性を追求する絶好の機会です。絶対に、バス旅行のメリットを広めて紹介しましょう。これは探求し、つながり、ポジティブな影響を与えるための招待状です。同じ考えでいてくれて嬉しいです。力を合わせれば、人々の意識を高め、他の人たちに別の交通手段を受け入れるよう促すことができます。間違いなく、すべては好奇心をかきたて、変化を促す小さな会話から始まります。このような洞察に満ちた議論をありがとうございました。レッスン8、建設的な批判を受け入れる。アンナさん、こんにちは。
建設的な批判は個人とチームの成長にとって重要だと思います。これについてどう思いますか？こんにちは、ジョン。完全に同感です。建設的な批判は、個人としてもチームとしても改善に役立つ貴重なフィードバックを与えてくれます。そうなんです。これにより、開発すべき分野を特定してスキルを磨くことができ、最終的にはパフォーマンスの向上につながります。絶対に。建設的な批判は、敬意と共感を持って伝えられれば、ポジティブな変化と学習のきっかけとなります。正確に、批判は個人的な攻撃ではなく、成長の機会として捉えることが重要です。これ以上は同意できませんでした。建設的な批判を受け入れることで、私たちは学び、進化する意欲を示します。まさに、フィードバックを受け入れ、それを私たちにとって有利に利用するには、謙虚さとオープンマインドが必要です。私はあなたの視点が大好きです。建設的な批判は、自己改善と専門能力開発のための強力なツールになり得ます。ありがとうございます。フィードバックが評価され、スキルとパフォーマンスを向上させる手段とみなされるような文化を作ることが重要です。あなたの献身には感心します。他の人たちにも建設的な批判に感謝し、私生活や職業生活で活用するよう奨励しましょう。絶対に、成長マインドセットを育み、フィードバックが後退ではなくチャンスとみなされる環境を作ることです。同じ考えでいてくれて嬉しいです。力を合わせれば、より強いチームを作り、建設的な批判を通じて互いの成長を支え合うことができます。間違いなく、コラボレーションとお互いを高め合うことがすべてです。建設的な批判は、私たちが潜在能力を最大限に発揮するのに役立ちます。それは力を与えてくれます。オープンマインドでフィードバックを受け取ると、新しい可能性が開かれ、自分自身を新たな高みに押し上げることができます。正確に、建設的な批判は、私たちの個人的及び職業的能力開発を促進し、私たちが最高の自分になることを可能にします。これ以上は同意できませんでした。建設的な批判を引き続き受け入れ、他の人たちにも同じことをするよう奨励しましょう。それは継続的な改善への道です。絶対に、力を合わせれば、フィードバックを大切にし、成長を祝う文化を築くことができます。このような洞察に満ちた議論をありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。私たちの会話にはいつも感謝しています。これからも学び続け、一緒に成長していきましょう。気をつけて。あなたも気をつけて、素晴らしい一日を過ごしてください。レッスン9、ホームフレグランスの発表。アンナさん、こんにちは。これらの魅惑的なホームフレグランスがどこにあるのか知りたいです。何かアイデアは？こんにちは、ジョン。もちろん、いくつかの洞察を共有させてください。これらの楽しい香りはいろんな場所で発見できます。それは興味をそそられます。これらのフレグランスを探るにはどこから始めるのが良いでしょうか？まず、専門のフレグランスブティックや高級デパートを訪れることから始めることができます。ラグジュアリーな香りを幅広く取り揃えています。それは素晴らしい選択肢のように思えます。予算が限られている人にとって、もっとアクセスしやすい場所はどうですか？まあ、手頃な価格のオプションもあります。
地元の市場やオンラインプラットフォームには、ユニークで予算に優しいホームフレグランスが販売されていることがよくあります。それは知っておくと良いことです。予算に関係なく、誰もが利用できるオプションがあるのは素晴らしいことです。絶対に。ホームセンターや一部のスーパーマーケットでさえ、フレグランスの品揃えに驚かれるかもしれません。それは面白い。そこを見ようとは思わなかったよ。思いがけない場所でインスピレーションを得ることができるということを表しています。間違いなく。様々な情報源を探索することで、隠れた宝石を発見し、嗅覚の視野を広げることができます。同感です。香りがいかに感情を呼び起こし、家庭に心地よい雰囲気を作り出すことができるかは魅力的です。絶対に。フレグランスには空間を一変させ、より魅力的で快適な空間にする力があります。それは本当です。シンプルな香りが私たちの気分や健康にこれほど大きな影響を与えるのは驚くべきことです。正確に。だからこそ、私たちの心に響き、ポジティブな雰囲気を作り出すフレグランスを選ぶことが重要です。これ以上は同意できませんでした。自分の個性を表現し、ユニークな環境を作ることができるのは、個人的な好みです。間違いなく。様々な香りを試すことは楽しくてクリエイティブなプロセスであり、私たちの家に個性を加えてくれます。それは素晴らしいです。五感を探求し、私たちの個性を真に反映した空間を作る機会です。私はあなたの視点が大好きです。他の人にもホームフレグランスの力を受け入れ、空間を本当に魅力的なものにするよう励ましましょう。絶対に。日々の生活を豊かにし、家庭に喜びをもたらす感覚の旅です。このような洞察に満ちた議論をありがとうございました。レッスン10、事前リクエストによる食事のカスタマイズ。アンナさん、こんにちは。食事に関しては、事前に特定のリクエストができることを知っておくと便利です。どうすればいいの？こんにちは、ジョン。絶対に。私たちは個々の好みに対応するよう努めていますので、具体的なご要望をお知らせください。それは素晴らしいです。では、食事制限やアレルギーがある人がいたら、事前に知らせてもらえますか？はい、間違いありません。食事制限やアレルギーを事前に伝えておくことで、安全で楽しい食事体験をお約束します。それは重要です。これにより、お客様のニーズに依頼、適切な代替案や修正を提供することができます。絶対に。私たちは、すべての人に食事の選択に快適さと満足感を感じてもらいたいのです。それは嬉しいですね。ベジタリアンやビーガンのオプションのような特別な好みについてはどうですか？ベジタリアンとビーガンのオプションを絶対に提供しています。事前に知っておくと助かります。そうすれば、それに応じて準備できます。それは素晴らしいです。様々な食事の好みに合わせて、様々な選択肢を用意することが重要です。間違いなく。私たちは、誰もが楽しんで満足できるものを見つけられるようにしたいと考えています。それは思慮深い。事前のリクエストを受け付けることで、個々のニーズに応えるダイニング体験を作り出すことができます。絶対に。
一人一人に合ったサービスを提供し、それぞれのダイニング体験を特別なものにすることが大切なのです。それは知っておくと素晴らしいことです。特定のリクエストについて、どれくらい前に知らせてもらうべきでしょうか？リクエストの準備と対応に十分な時間を取れるように、少なくとも24時間前までにお知らせください。それは合理的です。これにより、必要な手配をするための十分な時間が与えられ、格別な食事体験を提供することができます。正確に、私たちはすべての人のニーズが満たされ、思い出に残る食事体験ができるようにしたいと考えています。これ以上は同意できませんでした。積極的に要望を伝えることで、ゲストは真にカスタマイズされた食事をとることができます。間違いなく、すべての人のニーズが尊重され、満たされる、歓迎的でインクルーシブな環境を作ることがすべてです。それは素晴らしいです。引き続き、事前のリクエストを優先し、お客様に格別なダイニング体験を提供していきましょう。絶対に。これは、優れたサービスへのこだわりと、誰もが満足して帰れるようにするためです。このような洞察に満ちた議論をありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。私たちの会話にはいつも感謝しています。これからも思い出に残る食事体験を作り続けましょう。気をつけて。レッスン 11:3 分割法による魅惑的な作曲。アンナさん、こんにちは。写真に関して言えば、3分割法について聞いたことがあります。試してみるべきでしょうか？こんにちは、ジョン。絶対に。3分割法は、作曲にバランスと面白さをプラスする素晴らしいテクニックです。それは興味をそそられます。3分割法はどういう仕組みなの？さて、被写体をフレームの中央に配置する代わりに、画像を水平方向と垂直方向の両方で3分の1に分割します。それは面白い。では、この枠の中のどこに被写体を配置すればいいのでしょうか？理想的には、交点の一つに沿って、または線自体に沿って被写体を配置したいものです。それは魅力的だ。このテクニックを使うと、よりダイナミックで視覚的に魅力的な構図ができそうですね。絶対に。3分割法に従うことで、写真にバランス、深み、動きを感じさせることができます。それは素晴らしいです。シンプルでありながらパワフルなコンセプトで、全体の構成に大きな違いをもたらすことができます。間違いなく。これは多くのフォトグラファーが魅力的で魅力的なビジュアルを作成するために従っているルールです。それは知っておくと素晴らしいことです。他に探求できる作曲技法はありますか？絶対に。リードライン、フレーミング、シンメトリーなど構図を引き立てる様々なテクニックがあります。それは素晴らしいです。これらのテクニックを学び、自分の写真に応用できるのはワクワクします。間違いなく。様々な構図テクニックを試すことで、クリエイティブな限界を押し広げ、ユニークなショットを撮ることができます。それは本当です。それは、様々な視点を探求し、自分自身の芸術的表現を見つけることです。正確に。写真は自己表現の一形態であり、構図技術はビジョンを効果的に伝えるのに役立ちます。
これ以上は同意できませんでした。このエキサイティングなテクニックを使って、これからも作曲を練習し、磨きをかけていきましょう。絶対に。これらの技法を写真に取り入れることで、視覚的に魅力的な画像を作成できます。このような洞察に満ちた議論をありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。私はいつも会話を楽しんでいます。これからも写真の世界を探求し、技術を磨いていきましょう。気をつけて。レッスン12、旅行用の荷造り。アンナさん、こんにちは。次の旅行の準備をしています。効率よく荷造りをするコツはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に。効率的に荷造りをすることで、旅行がよりスムーズになります。バッグを何個持ち込む予定ですか？スーツケース1つと機内持ち込みバッグ1つで十分です。軽くて便利に保ちたいです。それは良い戦略です。不必要にかさばらないように、必要なものだけを詰めることが重要です。間違いなく。では、何を詰めるかを決めるとき、何を考慮すべきでしょうか？まず、目的地の気候とアクティビティについて考えてみましょう。天候に合った服を用意して、様々な場面で使える万能な服を用意しましょう。それは理にかなっています。天候や予定している特定のアクティビティに合わせて、適切な服を用意するようにします。素晴らしい。もう一つのコツは、服を折りたたむのではなく丸めることです。スペースを節約し、シワを最小限に抑えます。それは便利なトリックです。スーツケースのスペースを最大限に活用するために、絶対にやってみるよ。さらに、機内持ち込み手荷物として旅行する航空会社の重量とサイズの制限を考慮してください。良い点です。チェックインや搭乗中に問題が発生しないように、航空会社のガイドラインに従うことが重要です。絶対に。また、必需品の洗面用品や必要な医薬品は、機内持ち込み手荷物に入れることを忘れないでください。はい、特に長時間のフライトでは、簡単にアクセスできるようにしておくことが絶対に重要です。必ず別々に梱包しておきます。素晴らしい。最後に、旅行中に手に入れるかもしれないお土産やアイテムを入れるために、スーツケースにいくらかスペースを残しておくことを忘れないでください。それは賢いヒントです。柔軟性に余裕があり、スーツケースが窮屈になりすぎるのを防ぎます。まさに、効率的に荷造りをすることで、旅行が楽になるだけでなく、旅行中の安心感も得られます。これ以上は同意できませんでした。これらの役立つ梱包のヒントに感謝します。専門知識を共有していただきありがとうございます。レッスン13、生産的なワークスペースの整理。アンナさん、こんにちは。仕事中に集中力を保つのに苦労しています。生産的なワークスペースを作るための提案はありますか？こんにちは、ジョン。絶対に。ワークスペースがきちんと整理されていると、生産性が大幅に向上します。直面している具体的な課題にはどのようなものがありますか？散らかったり乱雑になったりして、気が散りやすいです。散らかった机で集中するのは難しい。それは聞き覚えがある。一つのヒントは、気を散らすことのない専用のワークスペースを作ることです。集中できる静かな場所を見つけましょう。
それは役に立ちそうですね。試してみて、気を散らすものを最小限に抑えるために、仕事専用の特定の場所を指定します。それは素晴らしいアイディアだ。もう一つのコツは、定期的に机を片付けることです。不必要な注意散漫を避けるため、必要なものだけを手の届くところに置いてください。その価値がわかります。不要なアイテムを削除することは、明確で集中的な考え方を保つのに役立ちます。絶対に。さらに、トレイやコンテナなどのオーガナイザーを使用して、備品をきちんと整理し、簡単に取り出せるようにすることも検討してください。それは実際的な提案です。アイテムごとにスペースを指定しておくと、時間を節約でき、散らかるのを防ぐことができます。確かに。もう一つの役に立つ習慣は、毎日のルーチンを確立することです。特定の労働時間を設定し、それを守って体系的な感覚を作りましょう。一貫したルーチンの重要性を理解しています。生産的な作業リズムを確立し、先延ばしを防ぐのに役立ちます。まさに。さらに、作業スペースに十分な明るさがあることを確認してください。自然光や良質のデスクランプを使うと、集中力を高め、目の疲れを軽減できます。良い点です。一日を通してエネルギーと集中力を維持するには、適切な照明が不可欠です。最後に、植物をワークスペースに組み込むことを検討してください。それらは自然を感じさせるだけでなく、よりポジティブで落ち着いた環境にも貢献します。それは興味深い提案です。作業場に植物があることのメリットについて考えたことはありませんでした。絶対にやってみます。興味をそそられて嬉しいです。植物は全体的な雰囲気を高め、より快適な職場環境を作り出すことができます。これらの貴重なヒントを共有していただきありがとうございます。それらを実装して、より生産的なワークスペースを作りたいと思っています。レッスン14、避難時の安全。アンナさん、こんにちは。私たちの地域では避難があるかもしれないと聞きました。安全を保つためには何を心に留めておくべきですか？こんにちは、ジョン。避難中の安全は非常に重要です。重要なことの一つは、進路に障害物がないかを把握することです。それは良い点です。避難を妨げる可能性のある物体や障壁がないか、目を光らせておく必要があります。絶対に。通路がはっきりしていると、エリアからスムーズかつ効率的に出ることができます。それは役に立ちそうですね。警戒を怠らず、可能であれば障害物を取り除くつもりです。もう一つのヒントは、水、食料、応急処置用品などの必需品が入った緊急用キットを用意することです。それは賢い考えだ。専用の緊急用キットを用意しておくと、避難時に必要な準備が整います。間違いなく。また、避難中は当局からの指示やガイダンスに従うことも重要です。はい、私たちの安全と他者の安全を確保するために、常に最新情報を入手し、彼らの指示に従うべきです。さらに、お互いに離れ離れになった場合に備えて、指定された待ち合わせ場所や計画を立てることが重要です。いい考えだ。あらかじめ決められたミーティングポイントは、私たちが再開し、グループの全員のことを説明するのに役立ちます。絶対に。最後に、落ち着いて、
高齢者や障害者など、援助が必要な人を助けてください。それは思いやりのあるアプローチです。このような状況で互いに支え合うことは、すべての人の幸福にとって不可欠です。間違いなく。準備してお互いに気を配ることで、避難をうまく進めることができます。これらの貴重なヒントに感謝します。どんな緊急事態においても、安全は常に最優先事項であるべきです。全くその通りだ。準備を整え、安全を確保し、必要な時にいつでも他の人を助ける準備をしましょう。賢い言葉。この重要な情報を共有していただきありがとうございます。不測の事態に備えて万全の準備をしておきましょう。レッスン15、リサイクルボトル、ガラス、それともプラスチック？アンナさん、こんにちは。リサイクルについて疑問に思っています。さて、ボトルはどう？ガラスとプラスチックのどちらをリサイクルすべきか？こんにちは、ジョン。リサイクルは環境の持続可能性にとって重要です。ボトルについてお話しましょう。ガラスとプラスチックにはどちらにも利点があります。それは面白い。ガラス瓶のリサイクルにはどんなメリットがありますか？まあ、ガラス瓶は品質を損なうことなく無期限にリサイクルできます。さらに、毒性がなく、有害な化学物質を放出しません。それは印象的です。そのため、ガラス瓶をリサイクルすることで、廃棄物を減らし、環境への影響を最小限に抑えることができます。絶対に。一方、ペットボトルは軽量で軽量なため、輸送時のエネルギー効率も高くなります。なるほど。そこで、ペットボトルをリサイクルすることで、輸送中の二酸化炭素排出量を削減できるのです。はい、その通りです。さらに、ペットボトルは衣類、家具、包装材など、様々な製品にリサイクルできます。それは魅力的だ。ペットボトルのリサイクルは、様々な形でペットボトルに新しい命を吹き込むことで、循環経済に貢献します。間違いなく。ただし、すべてのペットボトルが簡単にリサイクルできるわけではないことに注意することが重要です。番号1または2のラベルがついているものなど、一部のタイプはより一般的にリサイクルが認められています。ですから、リサイクルガイドラインを確認して、適切な種類のプラスチックボトルをリサイクルしていることを確認することが重要です。絶対に。リサイクルガイドラインに従うと、リサイクルプロセスの効率が向上します。それは理にかなっています。ガラスやプラスチックを問わず、ボトルをリサイクルすることで、廃棄物の削減と資源の節約に積極的に参加しています。絶対に。使い捨てボトルの必要性をさらに減らすには、可能な限り再利用可能な代替品を選択することが不可欠です。それは素晴らしい点です。再利用可能なボトルを使用することで、廃棄物を最小限に抑え、環境に良い影響を与えることができます。まさに。リサイクルや再利用可能なオプションの選択などの小さな行動がまとまって大きな違いを生みます。この洞察に満ちた議論に感謝します。より環境に優しい未来にどのように貢献できるかを知ることはモチベーションになります。どういたしまして。インスピレーションを与えてくれて嬉しいです。
ボトルをリサイクルするたびに、より持続可能な世界に一歩近づくことを忘れないでください。絶対に、リサイクルを習慣にして、他の人にも同じことをするように進めましょう。力を合わせれば、ポジティブな変化を起こすことができます。よく言った。模範を示して先導し、これからの世代のためにより環境に優しい未来を創造しましょう。インスピレーションを保ちましょう。ありがとうございます。あなたの熱意は伝染します。インスピレーションを得て変化を起こし続けましょう。レッスン16、自然愛好家のパラダイスを探る。アンナさん、こんにちは。この素晴らしい自然愛好家の楽園について聞きました。素晴らしいですね。どうやってそこに行けるの？こんにちは、ジョン。自然愛好家の楽園を探索するのはエキサイティングに聞こえます。そこにたどり着くには、いくつかの選択肢が考えられます。それは素晴らしいです。私たちが利用できる交通手段にはどのようなものがありますか？場所にもよりますが、道路でアクセスできれば車で行くこともできます。または、近くに空港や駅があるかどうかを確認することもできます。なるほど。ですから、自然の楽園に行くには、車で旅行するか、飛行機や鉄道の旅を選ぶことができます。まさに、車を運転することを選択した場合、風光明媚なルートを楽しんだり、途中で立ち寄ったりすることができます。それは素晴らしいアイデアのようですね。ロードトリップでは、他の自然のアトラクションを探索することができました。絶対に。飛行機に乗ることに決めたら、最寄りの空港へのフライトを探して、そこからの交通手段を手配することができます。それは理にかなっています。スムーズな旅をするために、事前に交通手段を計画することが重要です。間違いなく。さらに、この地域で利用できるガイド付きツアーや公共交通機関のオプションも検討できます。それは良い点です。ガイド付きツアーは貴重な洞察をもたらし、私たちの体験をより豊かにしてくれます。はい、地元の動植物など、自然の楽園の興味深い側面に関する情報を提供できます。それは魅力的に聞こえます。私たちが遭遇する自然の脅威についてもっと知ることができれば素晴らしいと思います。絶対に。もう一つ覚えておくべきことは、自然の楽園にアクセスするために許可や入場料が必要かどうかを確認することです。良い点です。土壇場での煩わしさを避けるためには、どのような要件も知っておくことが不可欠です。間違いなく。必要な情報がすべて揃ったら、旅程を計画し、自然の楽園での時間を最大限に活用できます。それは計画のように聞こえます。事前に調査して計画を立てることで、思い出に残る楽しい経験をすることができます。絶対に。自然の楽園での時間を存分に楽しむために、履き心地の良い靴、日焼け止め、虫除けなどの適切なギアを用意しましょう。それは素晴らしいリマインダーです。適切な必需品を用意しておくと、快適で安全な冒険が保証されます。間違いなく。それでは、自然の楽園の調査を開始し、ルートを計画して、素晴らしい旅の準備をしましょう。ワクワクしています。詳細を掘り下げて、このネイチャーアドベンチャーを現実のものにしましょう。探検するのが待ちきれません。私も。
自然の美しさの中心で没入感のある体験をする準備をしてください。きっと素晴らしい体験になるでしょう。ありがとうございます。あなたの熱意は伝染します。この冒険に乗り出し、忘れられない思い出を作りましょう。レッスン17、魅惑的なローマ。こんにちは、アンナ。私は休暇でローマに行きます。この歴史的な街を探索するのが待ちきれません。何か提案は？こんにちは、ジョン。ローマは確かに魅力的です。あなたにはご褒美が待っています。まず、象徴的なコロッセオを訪れてください。それは素晴らしいですね。コロッセオは必見のランドマークです。旅程には他に何を追加すべきですか？バチカン市国をお見逃しなく。サンピエトロ大聖堂とシスティーナ礼拝堂は畏敬の念を起こさせます。絶対に。バチカン市国は芸術と歴史が豊富です。私はそれらの有名な場所を必ず訪ねます。素晴らしい。また、トラステベレの美しい通りを探索してください。魅力的な雰囲気と美味しい料理で知られています。それは楽しそうですね。トラステベレを散策して郷土料理を味わうのが楽しみです。トレビの泉にもコインを投げてください。伝説によると、これがあれば必ずローマに戻れるそうです。それは楽しい伝統です。幸運を祈ってトレビの泉にコインを投げてあげよう。素晴らしい。そして、壮大なドームのある素晴らしい建造物、パンテオンも忘れずに訪れてください。パンテオンは私のリストにあります。その建築の美しさは見逃せないものです。もう一つのおすすめは、古代ローマの歴史に浸ることができるフォロロマーノを探索することです。それは魅力的だ。時間をかけてロマーノを探検し、その歴史的意義について学びます。最後に、街を散策しながら本格的なイタリアンジェラートをお楽しみください。楽しいごちそうですね。絶対に。ジェラートはローマの必需品です。滞在中は必ずいろんなフレーバーを試してみます。それは素晴らしいですね。ローマには歴史、文化、美食が完璧に融合しています。確かに。あなたの推薦には感謝しています。ローマの魔法を体験するのが楽しみです。光栄です。永遠の都で休暇を楽しみ、美しい思い出を作りましょう。ありがとうございます。ローマでの時間を最大限に活用し、魅惑的な魅力に浸ります。レッスン18、近所を探索する。アンナさん、こんにちは。この新しい場所についてずっと考えていました。ここからどれくらい離れていますか？こんにちは、ジョン。新しい場所を探検するのはいつもワクワクします。ここから歩いて5分ぐらいです。それは素晴らしいです。歩いてすぐのところにあるので、近所を訪れて発見するのに便利です。絶対に。近所を探索することで、隠れた宝石や地元のアトラクションを発見することができます。それは興味をそそられます。特に訪れることをおすすめする場所はありますか？
間違いなく。角を曲がったところに、美味しいペストリーや特製コーヒーを提供する魅力的なカフェがあります。リラックスしておやつを楽しむのに最適な場所のようですね。カフェには絶対行きます。素晴らしい選択です。特筆すべきもう一つの場所は、美しい遊歩道と穏やかな湖のある地元の公園です。それは素晴らしいですね。私は自然の中で時間を過ごすのが好きなので、公園は必見です。それを聞いて嬉しいよ。自然には私たちの心をリフレッシュし、精神を活性化させる方法があります。絶対に、忙しい生活の中で、休憩をとって自然と触れ合うことが大切です。これ以上同意できませんでした。これらの場所に加えて、近くにはいくつかのブティックショップやアートギャラリーもあります。それは素晴らしいです。地元のお店やギャラリーを見て回ると、コミュニティの創造性に感謝する機会が得られます。間違いなく。地元の企業やアーティストを支援することは、近所の活気に貢献する素晴らしい方法です。これ以上は同意できませんでした。コミュニティ意識を育み、地元の才能に感謝することが重要です。絶対に。歴史に興味があるなら、わずか数ブロック先に地域の遺産を展示する小さな博物館があります。それは魅力的だ。私は過去について学び、その場所のルーツを理解することを楽しんでいます。美術館にも必ず行きます。それは素晴らしい計画です。博物館は地域の文化や歴史に関する貴重な洞察を与えてくれます。近所を探索するのが今とても楽しみです。見ることや体験することがたくさんあるようです。それを聞いて嬉しいよ。時間をかけて周囲にどっぷり浸って一瞬一瞬を楽しむことを忘れないでください。ありがとうございます。あなたの推薦は私の好奇心をそそりました。この近所の冒険に乗り出すのが待ちきれません。どういたしまして。探索を楽しんでください。途中で驚くべきことを発見できるはずです。あなたの熱意に感謝します。私の経験を必ず皆さんと共有します。さあ、冒険を始めよう。その話を全部聞くのが待ちきれません。安全な旅をして、近所を探索して素晴らしい時間を過ごしてください。ハッピーな発見。ありがとうございます。最新情報をお伝えします。それまで気をつけて、また会いましょう。レッスン19、事前予約。アンナさん、こんにちは。旅行に行こうと思っています。事前に予約した方がいいですか？こんにちは、ジョン。はい、事前に予約しておくことをお勧めします。手頃な価格のオプションがたくさんあります。それは理にかなっています。事前に予約することで選択肢が増え、最もお得な料金を確保できます。絶対に。また、宿泊施設やその他の手配が整っていることを知っているので、安心できます。同感です。土壇場での計画のストレスがなくなり、旅行を楽しむことに集中できます。間違いなく。
事前に予約しておくと、訪問したい場所が満席になった場合でもがっかりすることを避けることができます。それは素晴らしい点です。特に人気のアトラクションやイベントでは、チケットや予約を早めに確保することが重要です。はい、場所によっては空きが限られているため、希望する体験を見逃さないように、事前に計画を立てることをお勧めします。わかりました。事前に予約しておくと、よりスムーズで計画的な旅行体験ができます。まさに、宿泊施設だけでなく、アクティビティ、ツアー、さらには交通機関にも当てはまります。それは本当です。時間とリソースを最大限に活用するには、すべてを事前に計画して予約しておくと便利です。さらに、事前に予約することで、価格を比較し、最もお得な情報や割引を見つけることができます。それは大きな利点です。時間をかけてリサーチし、最も費用対効果の高いオプションを選択できます。はい、品質に妥協することなく、予算に合った手頃な価格のオプションを見つけることは常にやりがいがあります。絶対に、事前に予約することで、積極的に情報に基づいた決定を下すことができます。また、必要に応じてプランに必要な調整や修正を加えることもできます。それは良い点です。柔軟性は重要であり、事前に予約しておくと、より柔軟に変更を加えることができます。間違いなく。そのため、宿泊施設、アクティビティ、交通手段のいずれであっても、事前に計画を立て、予約を確保するのが賢明です。私は完全に同意します。旅行に出る前に準備を整えて準備しておいた方がいいです。絶対に。事前に予約しておくと、スムーズで楽しい旅行体験の基盤が整います。事前予約の重要性を強調していただきありがとうございます。必ず事前に予約の計画を立て、確保しておきます。どういたしまして。お役に立ててよかったです。旅を楽しんで、新しい場所を探索して素晴らしい時間を過ごしてください。ご指導ありがとうございます。必要な手配をして、思い出に残る旅を楽しみにしています。